はい、アルファーズ XG 大好き夫婦スローチューンです。本日2025年の11月25日なんですが、我らが XG がですね、アメリカの人気音楽オーディション番組ザ・ボイスの、シーズン28の、ファイナルにゲストパフォーマーとして出演が決定しました。おめでとうございます。いやー、すごいことなんですけれども、正直言いましてですね、私も生粋の日本人でございますので、ザ・ボイスがどんな番組で、ザ・ボイスに XG が出ることにどんな意味があるのかとかですね、どういうスタンスで出るのかとかも全然、そもそもザ・ボイスがどんな番組なのかっていうのも分かってなかったので、めちゃくちゃ調べました。チャット GPT とか使いながらですけども、あと昼休みにもザ・ボイスのいくつか、YouTube に上がってるやつ見たりしてですね、あ、こういうことねっていうのが分かりましたので、その辺をちょっとですね解説していきたいなと思います。私と同じようにですね、ザ・ボイスがよくわからんという方はですね、見ていただけるといいのかなと思ってます。あとはインターネット、ツイッターとか、X ですかで見てると、そのザ・ボイスに XG が出るけれども、そのどうなるんだみたいなの結構ね言ってる人も多かったので、ちょっと誤解とかも多いですから、正しい見解というか、私なりに調べた内容でこういうことですよっていうのをお話しできればなと思ってます。でまずザ・ボイスどんな番組かということなんですけれども、アメリカの NBC というテレビ局で放送されている歌のオーディション番組なんですね。YouTube いっぱい上がってますんで、見ていただくのが一番早いと思うんですけれども、ここに出てるのがコーチというか、審査員みたいな感じですね。で XG 好きな人はやっぱラップヒップホップ好きな人多いと思うんですけども、審査員にスヌープドッグがいるんですよね。これやっぱすごいなと思うんですけども、で、オーディション番組ですから、出演者が歌ってそれをこう審査員が判断してみたいな感じなんですよね。コーチっていう名前ですけども、で自分のチームとかに引き入れて、育成したりプロデュースしたりっていうことで、今シーズン28ってお話しましたけれども、シーズンを通して新しいスター候補を発掘したり選出したりするっていうのが目的の番組です。なんでじゃあこんな番組、そのオーディション番組に XG が出るんだって話あると思うんですけども、その辺の話もこの後やっていきますね。で一応簡単に番組の仕組みとかもあるんですけども、この辺は、そんなにこう一生懸命見なくても大丈夫かもです。そのアルファーズ的にはですね、XG が出るのはちょっと特別なゲスト枠で出ますから、あんまりこの辺の仕組みのことはあんま分かってなくっても楽しめるとは思うんですけれども、一応ザ・ボイスっていう番組がどういうものなのかっていうのを私なりに調べたのがここになってます。まずはブラインドオーディションっていうシステムになってまして、ブラインドっていうのはその盲目なとかね、そのブラインドシャッターとかのブラインドですから、審査員の皆さんは誰が歌ってるかとか見えない状態で、一人ずつ出演者が、ステージで歌うわけですね。でそれに対して、声だけで審査すると。見た目とかは全く見なくてね、誰だとかってわからない状態で声だけ歌だけで判断すると、その辺がザ・ボイスのゆえんかもしれないですね。で、歌とかパフォーマンスを聞いて、これはいいぞと思ったコーチは、赤いボタンを押してですね、でそうすると椅子が回転して出演者と向き合うっていうシステムになってます。でこれは私も見たことあったんですよ。例えばこれスヌープドッグが後ろを向いてて、で歌手が歌ってますよね。天下のハットをかぶった歌手が。でここに赤いボタンがあると思うんですけども、こういう状態でこの歌手いいなと思ったら、コーチの人が赤いボタンをボチッと押すわけなんですね。このシーンはなんか私も見たことあるなと思って、この番組かと思ったんですけど、で押すとですね、コーチが自分のチームに、引き入れるんですね。複数のコーチが押した時はどうなるとかあるんですけども、で何のためにそのコーチが赤いボタンを押すんだろうとかっていうのがちょっと私も疑問だったんですけども、この辺はですね、チームでそのコーチが率いるチームで戦っていくんですね。バトルラウンドとかね、同じチーム内で対決したり、でこれも視聴者とかがこう選別したりするみたいなんですけども、で最終的には決勝ラウンドということで生放送でパフォーマンスして、視聴者投票プラスコーチの判断っていうので、脱落者が決まっていって、最終的に残った一人が、そのシーズンの優勝者とか、あとはその、所属コーチについては優勝コーチとして評価されるっていうオーディション番組です。で
今言ったようなところでお分かりになった方もいるかもしれませんが、コーチがボタンを押す意味って私も何なんだろう、なんか演出上かっこいいから押してるのかなとか思ったんですけど、これを押すことによってですね、このシンガーを自分のチームに迎え入れたいっていう意思表示をしてます。なので、誰からも押されないと、残念ながら不合格と、誰もそのチームに欲しくないっていうことになりますから、不合格になっちゃうわけなんですね。そういう意味だったんだとか思いましたけどね。この赤いコーチも赤いボタンもなんかね、もういかにも赤いボタンって感じでもっとこうなんか可愛らしいやつとかね、もっと演出してもいいのになとか、ちょっと事務的というかね、核兵器のボタンみたいになっちゃってね、それはちょっとあんま言わない方がいいですね。であとは出演者についてはですね、アマチュアしか出ないのかなとか思ってたんですけども、これプロもアマも構わないみたいですね。どっちが出てもいいらしいです。重視されるのは歌唱力や声の個性ということで、プロだろうがアマだろうが関係ないと。今までの出場者の例で言うと、地元で活動しているインディーズとか、あとはやっぱアメリカですよね、教会とかね、ああいったところで歌ってきたシンガーとか、あとは最近だったらやっぱ YouTuber、TikToker とかですね。あとはメジャーにいたけれども、残念ながら今はインディーズで活躍しているようなシンガーとかも出てたみたいです。で、いろんな番組出身で、有名になった人とかいるんですかとか私も調べてみたところ、この辺が、出てます。モーガン・ウォーレンとかね、メラーニ・マルチネスとかね。ちょっと私が不勉強であんまり存じ上げてないんですが、結構ね、いろんなジャンルで、キャリアを築いたアーティストがいるみたいですね。では、あとは気になるところで言うと、そのシンガーソングライターしか出れないのかなと、グループっていうのは出ないんですかねっていうのが皆さんも気になると思うんですが、別にその自分で曲作んなくてもいいんで、シンガーがやっぱり多いと、カバーを歌う人もいるみたいですね。あとはそのグループ形式、グループ構成が出てるのかっていうところなんですが、やっぱりソロシンガーが多いみたいですね。ソロもしくは2人組のデュオと。で、今回の XG みたいなその大人数でのダンス&ボーカルグループが出演するっていうのはほとんどないみたいです。私もいろいろ調べてみたんですけど、やっぱなかったですね。で、ステージ自体もザ・ボイスっていうぐらいですから、マイクとボーカルだけっていうのが中心ですね。確かにダンスとかされててももともと背中合わせで審査員見てないわけですから、ダンスされても分かんないんですよね。なのでダンスフォーメーションよりもやっぱり声とか表現力とかハーモニーとかっていうのを審査していくみたいですと。で、今回 XG はゲストとして出てくるわけなんですが、これまでにゲストワークで、出てきたアーティストっているのかと、アジア人のアーティストって他にいるのかっていうところも調べてみたんですが、これは結構みんな言ってますけども、やっぱ BTS が出てるんですね。さすが BTS ですね。シーズン16ですから今28とかなので12年前とかですか。で、これはYouTube で見れます。これか。The Voice BTS で検索すると、このスーパースターズ in the Voice っていう動画が出てくるんですけれども、これは5年前ですね。すごいですね。1161万回見られてるんで、やっぱ The Voice の、ポテンシャルというか視聴者数の多さっていうのが分かりますけれども、BTS も出てますし、で他にも、いくつかのアーティストが一緒になってますね。デュアリプスとかも出てるんだ。シャキーラとかも出てますね。やばいですね。はい。ってことで結構えぐいメンツがBTS と一緒に動画になってますけれども、こんな感じのゲスト枠として、XG も出てきます。なので BTS も歌って踊ってのスタイルですけれども、オーディションとして出るわけじゃないっていうのが、ここで分かったんじゃないかなと思います。すでに世界的なスターになってる人にオファーされて、ゲスト枠として出てくると。なのでやっぱオーディション番組ですからね、いつかは私たちもこのゲスト枠で出たいみたいな位置づけとして出てるみたいですね。で、アジア人アーティストとしては BTS 以来ですから、やっぱこれは XG すごいわけですね。その辺がこのクエスチョンの7番ですね。番組の中での XG の位置づけというところになってきますが、さっきもちょっと言いましたが、ザ・ボイス側としては、新人シンガーを発掘するようなオーディション番組ですけれども、 XG の立場としてはですね、別に新人シンガーとして出るわけではなくって、すでにある程度成功したアーティストとして、ゲストパフォーマーとして XG は出るわけですね。
なのでその辺はなんかちょっと勘違いされててね、スヌープドッグに審査されるんじゃないかとか言ってる方がいらっしゃったんですけども、おそらくそういうことではないと。さすがにね XG なんかもうこちらでライブするようなアーティストですから、新人とはいえですね、さすがに審査される側ではないわけですね。そしてやっぱりアメリカのテレビ番組での初パフォーマンスですから、 XG としての初パフォーマンスですから、ここはやっぱり注目されるわけですよね。じゃあ、気になる視聴方法ですよね。我々日本人はどうやって見ればいいんじゃいというところなんですが、アメリカでのその本編をフル視聴しようと思ったら結構やっぱ大変っぽいっす。NBC での生放送とかっていうのは、ピーコックっていうアメリカ向けの配信サービスっていうのがあって、TVer みたいなもんですね。日本でいう TVer みたいなものがあるんで、それを使えば見れるらしいんですが、日本からそれを見ようとするとやっぱ結構大変みたいなんですよ。登録とかもいるし、決済手段とかも登録しないといけないし、VPN とかを使って、アメリカからつないでますよっていう風にすれば見れるかもしれませんが、なかなかハードルが高いと。じゃあ我々が現実的に見る手段としては、さっきの BTS のようにザ・ボイスの公式の YouTube でですね、上がるみたいですので、上がってることが多いですので、ゲストパフォーマーの、クリップだけが、BTS、ごめんなさい、ザ・ボイスの公式の YouTube で上がってくるでしょうから、それを見るっていうのが一番現実的なのかなと思います。あとは XG 公式がそこの部分だけ切り取ったクリップとして、オフィシャルとしてね、アップしてくれるんじゃないかなっていうのがあるので、それを見るっていうのも一つありなのかなと思います。できればね、あげるくんみたいなね、非公式なもので、見てしまうと、XG や番組側にはあんまり利益にならないので、できればですね、やっぱ公式のものを見たいなというのが正直なところですね。そして最後なんですが、じゃあ、このザ・ボイスに XG が出ることでどんな影響があるのかっていうところですよね。やっぱり一つはアメリカの一般視聴者へのリーチの拡大ですね。地上波の、メジャーのね、地上波のゴールデンタイムで放送されるような番組ですから、日本でいうミュージックステーションみたいなもんかもしれませんが、やっぱり日本と違ってアメリカ視聴者数が全然違いますし、K-POP とか、XG は K-POP じゃないですけれども、XG とかあんまり興味がないっていう人もですね、たまたまテレビつけたら XG がやってたっていう状態が作れるわけなんですよね。これがめちゃくちゃやっぱ大きいと思うんですよね。日本でもテレビにたまたま出たら、その後エゴサーチとかすると、初めて XG 見たけどすごいねとか、この人たち何なのみたいなつぶやきで溢れるじゃないですか。あれと同じような状態がアメリカで起こるわけですから、もうそれはもう日本の比じゃないと思うんですよね。でしかも楽曲がガラでしょ。ガラなんかそのアメリカンポップカルチャーへの、結構言及が多い、参照が多い楽曲ですから、なんか服部半蔵がどうしたとか、キルビルの話してんなとか、マイク・タイソンの話どうこうしてるな、それはPS118 ですけれども、とかね。あとは見た目のインパクトもめちゃくちゃ強いわけじゃないですか。ココナさんがブレイクダンスしたりとか、そもそもがパフォーマンスの、コスチュームもすごいですしね。なのでやっぱそこからこう切り抜かれてね、バイラルしたりとかね、そういうパターンっていうのもあるので、やっぱそこが一番大きいんじゃないかなと思うんですよね。あとやっぱりそのザ・ボイスが実力派の、番組なので、ザ・ボイスのゲスト枠に出たんですよっていうね、歌番組で評価されたグループだっていう実力のそのイメージがつくわけですよね。ダンスがすごいっていうのももちろんありますけれども、歌やボーカル面でも評価されているグループなんだよっていう印象付けになりますから、それこそやっぱその口パク警察とか言われてましたけれども、いやいやザ・ボイスに出てるんですからと、何言ってるんですかっていう話なんですよね。もうガラみたいな、ボーカルも映えますし、ラップも映えますし、そういう楽曲をザ・ボイスで披露したんですよと。それなのになんかその歌がいまいちだと思ってるんですかと。それはあなたがおかしいんじゃないですかって話になってくるんで、これやっぱ大きいと思うんですよね。ザ・ボイスが認めたグループなんですっていうね。で、あとやっぱそこからの足がかりですよね。ザ・ボイスに出るということで、やっぱり音楽関係者へのコネクションが
できますから、アメリカの音楽番組、他の音楽番組とか他のメディア、あとはいろんなフェスとかですね、ああいったものにも、鼻が利くようになるというか、人脈ができるわけですよね。イベントやフェスのブッキングする人もザ・ボイスに出た人たちなんですってなれば、ブッキングしやすくなりますしね、何の業績もないアジアのガールズグループを急にフックするってやっぱ難しいと思うんですけれども、ザ・ボイスのゲスト枠に出てた人たちなんですよっていうでっかい印籠ができるというかね、名刺ができますから、それによっていろんなフェスに出たりとか、あとはラプソディさん以外のいろんなアーティストとコラボしたりとか、いろんな他の番組に出るっていうシチュエーションも考えられるんじゃないかなと思うわけですね。他にもアメリカのマーケットに対して遊びでやってんじゃないですよと、本気で参入してるんですよっていうところもですね、アピールできるわけですよね。それはやっぱひいては XG の夢である、ビルボード、ランクインだったり、アメリカンフットボールのね、ハーフタイムショーに出るであるとか、そういったところの足がかりになってきますよね。あとはやっぱりファンダムがね、どんどん増えてったり、熱量が上がってったりっていうことがありますよね。どうしてもやっぱり日本のアルファーズや中国のアルファーズ、アジア圏が中心だったかもしれませんが、今後アメリカ圏のねアルファーズっていうのもどんどん増えていくんじゃないかなというところがありますと。でさらにはね、さっきもお話ししましたけれども、BTS が過去の先行事例ですから、 BTS の次誰なのって XG になるわけですから、グローバルで、認知されているようなアジア系のグループとしては、BTS と肩を並べるわけですから、これはやっぱり大きいと思うんですよね。そういう箔がつくというかね。なので本当いいことしかないと思うんですよね。今回のこの、ザ・ボイスに XG が出演するっていうのはね。録画になるのかなとか思いますけれども、もうパフォーマンスしたのかなとかね、いろいろ気になりますが、12月の16日ですから、もう1ヶ月ありませんので、我々としてはですね、もう全力で応援して、バンバン拡散してですね、XG やっぱ反響あるなと、ザ・ボイスに XG出演したらこんなにザ・ボイスの登録者も増えたぞとかね、やっぱそういう目に見える数字があった方がいいと思いますので、我々アルファーズとしてはどんどん拡散して XG を全力で応援できればなというふうに思っております。いかがでしたでしょうか。またコメント欄でですね、こういったところも解説してほしいとか、ここがどうなってるんだろうとかね、あと私の説明で間違ってるところ、分かりにくいところとかあればですね、コメントいただければまた解説したりフォローしたりしていきたいなと思っております。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。へそのオー